皆様こんにちは。神戸街中散歩。今回は神戸カエルくんでお送りしていきたいと思います。今回神戸港へ神戸カエルくんが客船をお出迎えに行くといろいろトラブルが続出したということでお送りしていきたいと思います。どのようなものかというと、こんな感じで途中でね、カメラが、落ちてしまいましてね、途中からカメラの、調子が悪くなって最後までね、さまざまな映像を撮ることができなくなってしまいました。あとね、この他にもさまざまな、トラブルが起こっております。どのようなトラブルが起こったのかというのをね、これから皆様にお届けできればと思います。それでは元気よく参りましょう。はい、再びですね、三宮にあります神戸ポートターミナルの、旅客ターミナルの、歓送迎デッキに、来ております。で、船がね、徐々に神戸港に入ってこようとしてまして、今ね、映像を早送りで送ってるんですけど、今ビルのね向こう側を船が通過しております。でそこからね船がどんどんこちらの方に向かって入ってくるんですけれども、で、今回入ってくる船はですね、神戸港へ入ってくる船の中で3番目に、大きな船になります。一番大きな船がね、MSC ベリッシマというねイタリアの船ですね。でこちらが、スペクトラムオブザシーという船で約17万トンぐらいございます。で全長がね約300メートルちょっとですね。で今回のねトラブルというのがですね、今なんか異常が起こってますと矢印あるんですが、左上の方に大きな、拡大したところあるんですけども、着ぐるみの中にねこちら、空気を送って膨らませているんですけどね、一般の方が気づいてくれまして、外れちゃってるみたいなんですね。これ傘を着てるんですよね。はい。中入れていいですか？多分ね、ネジがちゃんと閉まってないんで、もうこれはもう仕方ないんで、今日はもうこれでいきます。はい。この間ちょっとネジ外してちょっとしっかり締め切れてなかったみたいなんで、ごめんなさい。ありがとうございます。だからあんまり後ろは向けないんで。はい。じゃあまた外れてくるかもしれない。また今日うちからきっちりとやり直すんで。はい。すいません。ありがとうございます。こんな感じでね一般の方が、かなりね、気を使っていただきまして、このね着ぐるみ壊れてるよっていう感じでねお声かけていただきました。で、この着ぐるみのね、送風の扇風機なんですけども、大きさをね測ろうと思って前日に外したんですね。でその後で締め直したんですが、きっちりとね締めたつもりだったんですけども、しっかり締まってなかったみたいで、今結構ね暑いので着ぐるみの中にね冷たい水を送る、クールスーツを着て、その上から着ぐるみを着てるんですね。そのために送風の、扇風機がね、中のクールスーツの水を溜めている、リュックサックみたいなねところに当たりまして、で扇風機がね外側に落ちているということになりますね。もうこんなこと初めてでびっくりしてるんですね。もうこの着ぐるみを着て1年以上経つんですが、もうあちこちね、いろんなところに不具合が出てきております。でね、この旗もね自作で作ったんですけども、なんかうまくいかないんですよね。でそうこう言ってる間に船がねどんどんと、神戸港のポートターミナル旅客ターミナルですかねの方に入ってまいりました。見れば見るほど大きいですよね。全長が300メートル以上ありますからね。
でパッと見ね、たくさんの方が来ておられるんですが、この日実はですね、土日ではなくて普通の平日だったんですけども、夏休みということもありまして、お子さんとかね、お母さん、あと一目ね、この大きな船を見ようと思って来ている人が多かったですね。この船がスペクトラム・オブ・ザ・シー、総トン数16万9379トンですね。全長は346メートルございます。珍しくね、汽笛を鳴らして、港に入ることをね、お知らせしてくださいました。それで、もう少ししましたらね、左の奥の方で、流通科学大学の和太鼓部による演奏が始まっております。いつもね、この大きな船が入るときは、神戸市消防音楽隊の、吹奏楽の演奏なんですけどもね、ちょっと距離があるんでね、音が、こもるというかね、ちょっとはっきり聞こえないですね。申し訳ないです。で、徐々にね、船が横へ寄ってきてますね。で、この船がね、真横を向けば、あとはね、横向きのプロペラを使って船がね、真横へ移動してきます。それにしても大きいですよね。まるでマンションがね、海の上に浮かんでいるような感じ。こんなもの海に浮かぶんですね。でね、右手にカメラ、左手にね、信号旗を持って振っております。で、徐々に船が近づくにつれて、船のね、乗客とのコミュニケーションが始まってまいりますね。で、よし、これから乗客の方とのコミュニケーション始まるぞという時だったんですけれども、事件は現場で起こってしまいました。カメラが落ちるというね、トラブルが起こってしまいました。で、こちらね、手持ちのカメラで映したものですね。で、船がね、どんどんと岸の方に寄ってきまして、あとね、太い船を止める、ホーサロープというね、太いロープで船を岸壁に固定をしてまいります。平日なのに人がたくさんいそうな感じでしょ。許可取ってないんで、人々の、ね、顔を映せないんですとね、かなりモザイクをかけております。でね、この後なんですが、船がね、入りまして、で、乗船客、ね、の方が、ターミナルのね、これは税関っていうのかな、そこを通りまして、このね、3階の方へ上がってまいります。でね、3階上がった時に、このね、奥の、奥の方にね、エスカレーターがあるんですけども、エスカレーターを上がったところで私がね、乗船客の方をお迎えしてたんですけども、その時のね、映像というのがカメラの調子が悪くてね、ほとんど撮れてませんでした。なんでかなとか思ってるんですけどもね、後でね、確認すると、ビデオにしてるはずが、写真になってましたね。なぜかわかんないんですけどもね。その後ちょこちょこね、カメラを、触りましたら元に戻ったんで、この時のね、乗客との触れ合いの映像っていうのはなかったという感じですね。で、奥の方で乗船客のね、外国の若い方とか、あと誰か人入ってるぞ。子供は正直ですよね。誰か入ってる。で、神戸暑い。中の方でね、いろいろと
乗船のね、若い男性の方とかとかなりね、フレンドシップな触れ合いをねしておりました。であとね、イタリアじゃなかったアメリカですかね、アメリカの乗船客の方、その他もねさまざまな方と中でね、中といってもね、この扉のすぐ横なんですけどね、あまり中のところはね、中の企業スポンサーの関係で取れないということなので、この扉の入り口のところで乗船客の方と触れ合いました。だいたい2時間ぐらい触れ合ってたのかな。なのでカメラも十分にね撮れるはずだったんですが、なぜかね設定が勝手にね、変更されてたっていうね、なんでかなーっていうね、落ちればねやっぱりそういうこと起こってくるんでしょうね。はい、でね、鏡というかね、扉ガラスにねものすごく大きなマンションの上でも映ってますよね。これがね船なんですよね。確か19階建てだったと思います。すごいね大きな船なんですね。で乗船客が、通常でしたら6000名ぐらい乗るということなんですね。それで、船員さんね、クルーの方が2000から3000人ぐらい乗ってるんですかね。で合計約9000名ぐらいこの船の中に乗っていると、ほぼ一つの町ですよね。なんか本当にびっくりですよ。でこれよりさらにね、大きな MSC ベリシマも大体同じような感じです。で今ね、左手振ってますけども、こちらでね乗船客の方とコミュニケーションをね図っておりました。でもね、私の姿を、神戸海陸のね姿を見つけてくれて、笑顔に、ね、なってくれる方多かったんでね。でその後もね、この船を降りてからこのエスカレーターでねこちら3階へ上がってきて触れ合うということもねかなり、時間的にはありましたね。そこをね撮れなかった、その映像がね、壊れてしまった、また撮れてなかったっていうのがね一番ちょっと悲しいんですけどもね。また9月にもこちらの船ね神戸港に入ってくるので、9月にはそのような映像っていうのをね、撮っていきたいと思います。今ね和太鼓の音がねすごいですよね。音がこもっちゃってね、何が何だか分かんないですよね。もう神戸海陸軍としてこちらね、神戸ポートターミナルに立ち始めて約1年が経ちます。まだまだね、知ってくださってる方が少ないようなんで、どんどんね頑張って私のね、神戸海陸軍の、知名度を上げていきたいと思います。はい、今回の動画いかがでございましたでしょうか。今回の動画良かったと思っていただきましたら、チャンネル登録と、高評価、あと、コメントなどいただけましたら大変嬉しく思います。それではまた皆様と次回お会いするまで、さようなら。